今回はですね、アマチュアだけど小説のために取材したくねみたいな感じで、創作旅編でございます。今から豊洲に行ってこようと思うんだけど、その前にね、まずちょっと魚やろうと思って。昨日アジやった時怪我しちゃって、パッキングやれよっていう話なんですけれども、今回の旅行はですね、豊洲市場のマグロの競りを見に行くっていう回でございまして、私1ヶ月前から抽選を見事第2希望で当選しまして、すごくね楽しみにしてたマジで。っていうのも、その小説を書いてた時にその競りのシーンが出てきたんですね。どういう話かっていうと、マグロが漁船に飛び込んできて「僕を一番マグロにしてよ」みたいな、マグロと漁師さんのサクセスストーリーみたいな。で主人公の名前マグロって言うんだけど、マグロが一番マグロになるまでみたいな、ちょっと相変わらず意味が分かんないんですけど、魚の甲子園みたいなの書きたいなと思って。ちょっと待って、これエラ外さんとだな。これエラ見るとね分かるんだ。昨日ね他のスーパーで買ったアジよりね鮮度がいい。エラ外すシーンはねちょっと飛ばします。血が出るからね。体験からなんか小説を思い浮かぶことが多くて、競りってわかるかな。舞台の上に立ってる人がいて、で周りに仲買さんって言って、その魚を買いたい人たちが立ってて、一番高い価格を示した人がその魚を買えるっていうのが競りなんですけど、そこを一生の晴れの舞台みたいな感じにしたいので、現地で見に行きたいなと思って書いてる間に応募したっていう感じです。で、もう準備しなきゃいけないのにまだ魚をいじってるっていう感じです今まで小説のための取材っていうのは2回やってて、今回で3回目ですね。取材させてくださいみたいな感じで言ってるわけじゃないんだけど、セルフ取材なんだけど、小説書いててちょっとご質問いいですかみたいな感じでやったことありますね。ではお魚さんを投入。ルイーン、いってらっしゃい。できました。ウィーン。もう私何でもかんでもパストリーゼしてる。掃除は全部パストリーゼ。私のお昼ご飯でございます。もうあとね1時間半ぐらいしかないんですけどちょっと重則がでかいいつもいつも。海的な川的なとこに来ました。ちょっとよくわかんないんだけど、多分隅田川的なやつだと思います。多分ね、飛ばす。めちゃくちゃなおのぼりさんみたいな感じになってるんですけれども、とりあえずホテルに向かおうかなって思ってます。ありました、今日のホテル。これだ。すごい近いし、おしゃれだし。すごいもらっちゃった。めちゃ綺麗なんですけど、しかもここさ、私1万円ぐらいだったんですけど、ちょっとなるほどね。隣のビルの方とこんにちはっていう感じですね。今朝見たらさ、3600円だったんですけど、朝食付きどういうこと？どんだけ安いの？素泊まりやばくない？すごい超便利じゃん。何これ。でね、アメニティもいっぱいありました。なんかいろいろもらっちゃった。すごい。どこだっけ？勝ち時。隣が月島。何の近くだ？市場も近いし、ララポートも近いし。てか、有明近くね？イベントの人とかさ、使ったことある人いる？イルステイなんちゃら。ちゃんと説明しろよってね。こちらはどうやってつけるのかな？ここか。なるほど。朝見たら3600円。いいと思って、肌美声のこの小さなパウチ。ここはもうスキンケア持ってこなくてもいいぐらいの勢いですね。露天の湯箱根。これいいね。これついてんのありがとうって感じ。美容液までもらっちゃってさ、いつもつけないのにさ。お風呂はこんな感じですね。普通のお手洗い。よくない？ 1 万円だったらよくない？てか3600円だってやばくない？ここただじゃん。もうね、夕方なんだよね。今見てみたらね、築地と豊洲の真ん中に今いますすごい便利じゃない？これ今朝みんな大好きビッグサイト。ここ一本道進んでいけばビッグサイトだぜみたいなとこです。じゃあ今からね、明日の場所をちょっとチェックしとこうかなって思ってて、市場の方にちょっと歩いて行ってみるのと、ララポート豊洲っていうのがあるらしくて、無印良品でちょっと欲しいノートあるから、
それ買いに行ってきます。じゃあ行ってきます。向こうにね、千客万来ってやつがあって、インバウンドのとこ売ってるとこなんだけど、明日の下見がてらちょっとそこ行ってみようかなと思って。めちゃくちゃかっこいいね、船がありました。これがね、なんだっけ忘れた、封鎖できないやつ。青島刑事のなんか橋あれが市場だと思われます。魚屋さんたちがたくさんまさか集まってるのが多分あそこだと思います。てかなんでこれ泊まりなのかっていうと、朝5時半集合なんですよ。ここ結構さ、自分家から近くてなんだけど、朝が早すぎて始発が5時半より前に走ってないから、それで徒歩圏内で泊まれるホテルっていうことで、今日のところをね予約しました。一瞬だけ記念撮影。はい終わり。ようやく豊洲市場がね見えてきました。今からね、明日の入り口のチェックと千客万来に行ってきます。千客万来にね来た。なんかね、すごいテーマパーク感ある。なんか美味しそうなものいっぱいある。どうしようかな。食べてくか。高いって聞くからさ、どうなんだろう。美味しそうでもすごい美味しそうだけど、ちょっと庶民には食べれないよこれ。これ超可愛いんだけど、この入れ物が欲しいんですけれども、超可愛いこれ。多分この建物だと思うんだけど、まだ撮影許可とか確認してなくて、競りのところは取れないと思うんですね。確実にゆりかもめだ。チェックしてきた。分かった場所、これで明日たどり着ける。テンション上がっちゃった。この中入った瞬間にプンって魚の匂いしてさ、うわやっぱそうかみたいな。どこだろうと思って恐る恐る入ってったらさ、テュナって書いてあったからすぐ分かったよし、じゃあ千客万来だ。なんか食べ歩きしたいな。なんかすごい紅茶屋さんいいな。銀だこある。銀だこ銀だこもインバウンドなのか。800円の銀だことかある。すごっ。ここのバーめっちゃいいな。めっちゃ入りたい。超おしゃれ。行きたいけどちょっとララポートも行かなきゃいけないからな。行きたかったやつ見つけた。1500円もする。うわー1500円ね。はーい。どう頼んでるか。4等だ。4等だって言わないと。4等だって言わないと。4等だ。言わないと。大きいのが良かったけど。じゃちゃんと報告してください。取りました。ありがとうございます。ありがとうございます。一生懸命マグロ見てたらお姉さんに見られてるのに気づかなくて恥ずかしい。さすがの焼き鳥もねちょっと恥ずかしい。マジで恥ずかしい。こう一人でやってんの誰か助けて本当に。でもね、カサゴの唐揚げゲットした。美味しそうじゃないこれ。この2つでね1000円だった。ビールとカサゴ。マジでやばい。てかね、完全に YouTube やってる人って思われてるもん。だってなんか視線を感じる。すごい DJ 持ってやってると。いただきます。目が危ないから気をつけてって言われた。うますぎわろたなんですけれども、こう重則は汚いからこのエコバッグ越しに。さあ十分楽しんだからね、今からララポートに行って無印良品でノートを買いに行きたいと思います。今じゃなくてよくないって感じなんだけど。どうしたの。いつもさ全然平気なのになんか急にさ思い出したのかな。魚の縫い持ってさ一人でさ魚食ってるでさ、カメラ回して一人で喋ってるのがさしんどすぎてさ、やばい我に返ってる。いつも全然恥ずかしくなかったのにまずいですね。正気を失おうと思います。一生懸命頑張って。The next station is新プラス。船橋のララポートとはわけが違えや。ピカピカでございます。じゃあ無印良品行ってくる。もんじゃストリート来ちゃった。月島の一人でも入れんのかな。もんじゃ焼き食べ終わりました。他に一人で食べてる人はいなかった
この辺りの東京のこの感じすごいいいなって思いますね。働いてた時は嫌だったけどさ、こうやって来るといいなってすごい思います。すごい気になる。なんかがそこで跳ねたよ今。なんか魚いるんだと思う、多分。だからここで小説を書くんだったらどんなのになるかな。もし私の家だって思った人いたらごめん、家移して。これだってほら見て、ザナルカンドだよ、見て。トゥートゥルルル、ザナルカンドわかる人綺麗。ここで小説書くんだったらさ、ここのことじゃなくてなんか架空のここみたいな景色を描きたいよね。例えばあの橋がクジラの骨でできてて、なんかそういうの。疲れた。これ欲しくて無印行ったんだけど、家の近くであるでしょって感じなんだけど、これね、無印のハードカバーノートっつって、こっちからも使えるしこっちからも使えると思うんだけど、何使うかっていうと、最近家引っ越して家日誌を作りたいなって思ってて、引っ越した日から遡って書いてこうと思って。てかさ、二日酔いしたくない人マジでラムネ食べな。ギャルに教わったんだけどマジで効く。で見て、ほんと違うよ。小説のネタで今思い浮かんだのが、都市の川沿いでも潮の匂いはしたの。海の匂いがするのに自転車とか漕いでるキッズとかいて、家族の感じだけどノスタルジーを感じたんだよね。なんか都心なのにめちゃくちゃ、ビルキラキラ、川キラキラ。このままストレートに思いついたのだったら、今自分が楽しいから楽しい夜を思い浮かべるんだけど、なんかいつも逆張りすんの私自分が思いついたこととか自分のキャラクターの特性とかの逆の要素をなんか必ず入れるようにしてて、今自分が楽しい夜だから楽しい夜でなんか書きたいなって思ったけど、ちょっと待って、この楽しい舞台を逆にずっと不安にして、でそこに一滴今自分が書きたい楽しいを入れてみようかなみたいな感じで、なんか逆張りしてやってます。そうするとなんかね、思いついたものをベースにした思いがけないものが生まれやすい気がして、そうしてますただ今書き始めちゃうと本当に明日あれだから。で明日の質問はもうね、あらかじめメモしておきました。一番マグロの競りの一番最初の金額、これが一番知りたいことなので、もう優先順位高めで。今年5億出たかも確か。今年また多分ね、寿司三昧だったような気がするんですけど、やっぱセリフ入れたいんだよね。オノマトペになっちゃうと思うんだけど、そこ聞けたらいいなと思います。っていうかマジで働きたい。セルフで取材だって思ってどっか行くっていうのすごくいいんじゃないかなって。てかそれもなんかさ、一生楽しめるじゃん創作。私もう想像するために生活をする、で生活があって創作があるみたいな、もうそこ相互関係なんですね。すごく歯磨きと一緒なので、私にとったら。でも文章っていうのは小学生で書くことを学ぶでしょ。言うならば誰でも始められる行動じゃないですか、最初のステップっていうのは。どんなやり方しててもる人がいても私はいいと思ってて、ライスワークじゃなくてライフワーク。よく山口一郎さんもおっしゃってるんだけど、飯を食っていくためのワークと生きていくためのワークがあって、食っていくためにそうやってる人に対して敬意を持ちつつ、生きていくために自分が個人として楽しむのもいいよねっていう話なんですよ。自分の知りたいこととか、もっとレベルアップしたいこととかを取材に行こうって思って、アマチュアでもウキウキと行ってもいいんじゃないかなって思って今回動画にしてみました。明日がもし朝10時起きとかだったら今からここで飲みに行くんだけど、で小説遅くまで書いたりするんだけど、もう身支度してノート書いて。これほんとおすすめ。本みたいな、みんな好きでしょ。とこのさ、ハードカバーの感じと、こう本みたいに書けるっていうこの感じと、裏がね、あれほらほらなってるなってる。こういう風に自分の帯を作れるのよ。私の見てくださってる方、このノート好きな人多いんじゃないかなって思う。何か特別な一冊作りたい人、これ買ってみて。1290円だから硬い。ハリーポッターみたいな表紙。待って、明日買いに行くっていう人いると思う。これに家の日記書いたら本みたいになって素敵だなって。でこうやって並べてったら素敵だなって思って、家日誌っていう本にしたいなって思って買いました。これいいでしょ。なんかお腹空いちゃった。ラムネしかない。もんじゃ焼き1個ねペロッと食べちゃった
じゃ、おはようございます。気象庁しました。ちょっと朝早すぎるんでちょっと静かに喋るんですけれども、4時40分でございます。普通に考えて4時50分までに出ないとやばい。つまりあと10分寝坊したわけじゃなくて最初からそういう目覚ましの設定してましたね。ちょっと意味が分かりません。昨日ここにお洋服かけといたんで黒にしました。取材っぽく。いつも黒い服ばっかり。千葉で働くとか言ってさ、無理じゃんね。じゃあこの速さ運転していかなきゃ無理ってことじゃんね。終わったね。じゃあトヨタクラウン買ってからじゃん。立った状態でこう書きやすいようにペンもう1個、カメラと SD カードもう1個持ってって録画回しっぱなしでいきます。超楽しみなんだけどどうしよう。やば。やば。超楽しみ。トゥナ急な実感てかさ、いるかな、トゥナプリンセス高橋さん。有名な美女がいるんですよ、豊洲にはまともな人に見えるようなやつあったの。エクセルってやつまともでしょ。キモいからさ、私の作風ってさ、自分の作品キモいって言うなよって感じなんだけど、私全然キモいって言っちゃうんだよね。キモいからだってゲッってかさ、カメラってかさ、早く行けよでね、見てかわいい目薬で、一応ちっちゃいねミニノートも持ってきます。でかいノート広げるスペースなかった時よ。のりしげも持ってきます。これほら、てか最近ね、なんかここがちょっとなんかボロクソになってきてるんですけど、緊急事態なんだけどマジで楽しみすぎて。行ってきます。トラックがいっぱいビュンビュン通って、カニって書いてあるね。トラック通ってたテンション上がっちゃった。トヨタクラウンってなってるめっちゃトラック通るんですよ、ここ。昨日と様子違って、なんか買いに来てるトラックがすごいいっぱいいてね、かっこいいですね。私もトラック運転して市場行きてーと思って。なんとか間に合いました。朝起きて喉終わってんだけど行ってくるわ。なんとか間に合いました。ちょっと撮影許可ね確認してから撮るわ。行ってきます。Good morning, everyone. 魚の匂いが強いので体調が悪くなったり気分が悪く。市場初めて競りも見たことないと。見たことないです。 YouTube で見ただけで。仲買だったんですよ。あ、そうですか。第二の仕事ってことですよ。女房が見てこれが今まで取れたんで一番でかいっていうのね。これが競りのリアルタイムです。リアルタイム。すごいすごいすごい。かっこいい。生があるのこれ真下だ。生もあるんですか。すごいや。かっこいい。こっち冷凍だ。なんかむしろリリースしてるみたいな聞きますよね。あれがセリ人さんかな。これねちょっと見てほしいんだけど、ほら今ねこう手を挙げて金額を示してらっしゃる買いたい方が手前にいらっしゃるでしょ。これねそっち見ないでね、ノールックで手を挙げてね、めちゃくちゃかっこよかった。あとねもう一方奥にもほら買いたい方いらっしゃいます。1倍から2倍からの万能何キロかキロでやってますね、競りね。生の方もあるんですけどね、あれは補充としたりだからやってもらうんですよね。要は競りの場合は誰も問題ないから何もやってもいいということですね。ただ競りが終わってたった人の名前が入ってるのを取ったりすると同じですね。同じ番組が1000円、2000円、3000円、4000円、5000円、6000円、7000円、8000円、9000円、1万4000円もね。月がちょっと早いけど1万1000円、1万2000円、1万3000円、1万4000円、1万4000円、1万4000円、1万5000円、1万9000円、2万円、1万1000円。一番マグロも1万円から始まるんですか。いや150万円、180万円、200万円、1万円から集めたのに時間かかっちゃってちょっと何かしらの切り身。このマグロって何時からここに並んでるんですかね。これからですよねきっと。このマグロって何時ぐらい。ありがとうございました。1000円、1000円、3000円。
どんどこ運ばれていっております。これちょっと書きたいね。ターレで運ばれる主人公たちみたいなのすごく今書きたいマグロドナドナタイム。マグロ運んでるとこだ。ヒレっていうかな、釜見えてる。兄さんがやってる。すごい兄さんかっこいいな。耳にボールペン挟んでかっこいい。いいね、こういう細かいディティールみたいね。かっこいいですよね。ちょっとお顔映んないようにするけどさ、もちろんモザイク大会で今回ごめんなさい。すごいんですよ。おお、すごい。これはフォークリフト、そしてあれがターレだよね。いいな、私もいいなターレ。めちゃくちゃ楽しかったです。撮影掲載許可が取れると思わなくてありがとうございます。さかなクンさんの絵がございます。縫いのようなマグロって書いてありますね。あのトラック、これ欲しいんですけど、特許取得って書いてあるけどね。これ売ってないのかな。これプロが使う削り節とかわさびとかツマとか、ここ行きたいんですけど、どうやって行くんですか。六街区のどこなんだろう。めちゃくちゃ楽しかった。最高マジでまたいたんだけど今、寝てましたこの人ターレある。ターレ、うわ、これ乗りて乗っていいのかな。これは一般人は入っちゃいけないとこだと思います。アマダイが売ってる。金目も売ってる。アロワナみたいなの売ってます。絶対アロワナじゃないけど、アナゴかハモのようなもの。タイもいますね。バカでけえタイいるな。見たことね、あんなタイあそこ行けないだろうな。あそこパンピーダメなとこでしょうね、きっとね。これね、なんか撮っていいみたいちょっと待ってこの通りちょっとやばいです。お金使っちゃいます。絶対マグログッズめっちゃ売ってます。ちょっと待って、長靴とか売ってる。とりあえずお買い物してきます。ちょっとやばい、マジでやばい。ここようやくお買い物終わりました。もうね、1時間以上いたよあの空間。これいただいた。青髪めっちゃいただいた。これお金払ってないんだけどさ、ありがたいですね。今から帰りたいと思います。おはようございます。L スタイルベロは3時間ぐらい遊んでたんですけど、大変でした。まず買ったものこちらです。これ職人さんがなんかね、手作りしてるらしいマグロの、マグネット買いました使ったことないっていう風にお伝えしたら、青紙をなんか結構たっぷりくださって。青紙ってこれ魚包む紙なんですけど、これもね、海洋のなんかミネラルが含まれてるお刺身にいいよっていうやつらしいんですけど、これもお試しでくださいました。で、あんまりにもさ、もらうもんだから申し訳なくって、おすすめのね、ユニチャームを購入して、もうなんかね、もらうだけもらってそのまま、じゃあさようならみたいになりそうだったから、いや、ちょっと待って、何か買わせてくださいっていう感じで、これなんてさ、おかしくてさ、こういうニトリレ手袋、これで多分ね、1000円以上するはずで、これなんか660円だったんだけど、このニトリレ手袋。値札がさ、1200円になってるのにさ、お菓子の価格でいいや、みたいな、なんか言われて、いいっすかみたいな。6番街のお兄様、本当にありがとうございます。マジでいい方。あの方、社長さんだったのだ。こういうのさ、アマゾンになくて、これがお土産です、私の。ありがとうございます。今からね、築地に行こうかなと思っております。化粧品の道具いろいろ一応持ってきてたんですけど、なんか大したメイクしないでも行っちゃいました。結局ホテルの朝ごはんも食べれなかったんだけど、ちょっと見たものをね、急いでメモしようと思います。強そうに見せないと、なんか負けるみたいなこと言ってたんだよね。目が鋭くて、なんか釣り目で、みたいなことをおっちゃん言ってたんだよね。俺もパンチパーマだったんだけど、みたいな。パンチパーマの人なんか見当たらなかったけど、おっちゃんの時代はそうらしい。手を見せないって言ってた。で、魚の匂いでしょ。で、寒かった。ターレめっちゃ早くて、おい、ババア社長って叫んでる人がいて、とにかくターレが早かったな。京都のタクシーみたいに、ターレがギュイーンってこう、バイクも走ってたでしょ。その魚に対して金額いくらか分かってないと無視されるって言ってた。1が何を指してるのか、1000円なのか1万円なのか、10万円なのか。分かってないとダメって。これ小さいのでメモしました。やっぱね、大きいの出してる暇ないね。ちっちゃいの持ってってマジでよかったって思った。あと、すぐメモした方がいい。案件いただいてたと思ったんだけど、あれさ、
間に合うんだったらお受けしたかったな。後から見返せるようにするために映像を集中するよりも、私の場合ね、肉眼で見てメモの方がいい、多分。青髪に包まれる魚大学生。青い服着てるとなんか、お前、なんか切り身みたいだね、みたいな。てか今さ、動画見返してて気づいた。みんな長袖着てた、下の人たち。やっぱ寒いんだね。床も潤ってツヤツヤで、重則もこうやって。重則出すの恥ずかしかったんだけど、なんかもうね、あったかいから、市場の感じが。大丈夫だった。あったかい市場でした。本当に。お隣で私とお話ししてくださった方、教えてくださった方、市場の皆様、本当にありがとうございます。本当に勉強になって楽しかった。マジで楽しかった。またすぐ行きたい。来月も抽選やりたいぐらいです。本当に。よし。じゃあね。帰りますわよ。もうね、着いたんだけど、人すげえや。うわ、来ましたぞー。来たぞ、来たぞ。インフルエンサーたちが来てるとこ。やった、憧れてたんだ、ここ。なんか食べたいんですけど、たくさん。しかも、カニがある。すごい、すごい、すごい、すごい。楽しいです。こういうのを求めてました。うんだ。お魚パラダイス。ありがとうございます。ビールとサーモンカツです、これ。サーモンカツがありえないほど美味しい。しかもこれで900円だぜ、このセットで。最高なんだけど。で、この通りすんげー混んでる。ちょっと行ってみようか。めちゃコミックです。タラバガニがいます。タラバガニがいます。タラバガニがいる。カニ食ってるみんな。いいなぁ。すごいです。めちゃくちゃ綺麗な人が炎天下の中、和装してタラバガニ向いてました、路上で。めちゃくちゃテンション上がった。すげえ綺麗な人がタラバガニ向いてた。バキ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 。トゲトゲに乗っかったウニ食べたかったんだけど、ちょっと現金なかったから、ちょっと現金を下ろしてきます。ここあれですね、イベント会場と一緒。もうこの牡蠣見えないぐらい美味しい。超美味しいです、ここの牡蠣。焼き牡蠣来ました。めちゃくちゃ美味しかった。おかみのとこすごい大人気。タラバのおかみ大繁盛してる。タラバのおかみのところ敵だ。おかみ英語喋ってるおかみ。お肌がすごい綺麗な方がいて、ここのお店でてかもうビニールも素敵だし、丹波の黒豆これ買った。海鮮丼屋さんのお母さんにね、そんなもん家で食いなよっていうマグロ食ってきな、お腹いっぱいになっちゃうでしょとか言って言われた。三昧の社長がここにいました。手を広げています。これすごい素敵。何これ。海鮮丼丸北さん、なんか聞いたことあるぞ。 YouTube で見てから来たからね。通販したことある。未だに DM 来る。信頼のカニの店、甲羅組さん。でっかなでっかな。うわすごいや。越前カニ職人甲羅組。へしことか注文したことある。信頼の甲羅組さんですね。てかでかかったな。タラバガニってあんな大きいんだね。タラバガニの夜っていう小説書いてるような気がするんですけど、月島先輩っていうのが出てくる。ここねめっちゃ良かった。なんか多分もっと早い時間に行けばね、丸魚とかありそうなぐらいのお寿司を買った。すごい安かったんだけど、ここ築地魚なんとかなんとかなんとかほんとほにゃらら、もう取っておきたいぐらい素敵なんですけどさ、これ買った。いただきます。これ赤身っぽいね。こっちからいくかな。泡つけたスポンジでショーケース洗ってて水浸しにして。うわーなんか懐かしいな。見たことある。子供の頃そういうことしてる魚屋さんって思いましたね。いただきます。うんめえや。これ1200円やべえや。なんか空いてたし、この建物の中。いつもお買い物してる人向けのお店が多いのかなっていう印象だった。ちょっと早くからここ来ればよかった。丸魚欲しかったからさ。波除神社だったかな、確か。七夕に来たんだけどね、前回ね。前回来た時さ、築地なかったような気がするんだけど、ちょっとよくわかんない、何言っていうかわかんないんで、とりあえず行ってきます。あれからですね、無事に帰ってまいりました。マジで疲れた。これをね、築地の波除神社でこちらを買って、台所と厨房のお守りっていうことでいただいてきました。次今書きたよね。ホラーですね。
間違いなく帰りながら考えてきたやつはね、切り身から声がする気がするみたいな、なんかそういうホラーとか期待ですね。移動中に下書きちょっと始めたんだけど、とりあえず3匹魚買ったんだけど、午後のお魚屋さんのなんかかったるい空気もかっこよかったですね。もう長靴の音がかっこいいもんな、さ防水エプロンとさ眠りこけてました。でこれが今日買った夢かさごイサキアジです。かわいいですね。これがね650円だったかな。でこれが850円で、これでどうなってます？アジこれ200円だぜ。今日この人たちアニサキス対策で冷凍させるので疲労困憊なんですけど、ちょっと調理していきたいと思います。っていう感じでね、取材旅というか、なんか旅行を楽しんでまいりました。こうやってね、なんかいろいろ見せてもらって質問させてもらえる場所があるのってね、すごいありがたいなって思います。なんかリアリティと説得力のある一文を書きたいなっていつもよく思うんだけど、現実にそこに行くとね、やっぱりね、細かいディティールを見るのはね、すごくね、楽しい。そこの職業の方たちとかね、場所に敬意を持ちつつ、よかったらみんなもやってみてね。じゃあ見てくれてありがとう。バイ。